どうも、あつしです。今回は変わった組み方からの投げ方を紹介します。それでは早速始めます。変わった組み方からの投げ方ということで、国際大会で見た技、かけ方について紹介します。まずはどんなのかやっていきます。こんな感じの投げ方。変わった組み方なので、喧嘩四つとかクロスグリップ、背中持たれた状態で相手を引きつけられた時に、通常は引き手とついてこんな感じで持ってかけるのを、こんな感じで反対側の襟と袖を持つ。この状態から内股すかし、相手が技をかけてきたのに対してこういう手の使い方をして投げるということをやる選手がいたと。ここで持っているとこの辺が窮屈で手の操作がちょっと難しいのをこう持ち替えることで相手をこうグッと引き寄せる。引き寄せながらこの手をうまく使いながら相手がこう技をかけてくるのをすかすというのが一つ目と。前にかける技と次が後ろにかける谷落としみたいな感じでかける方法。こんな感じで後ろに投げる。ここで組み方を変えて相手を密着させている状態で相手が前に行かずにちょっとこらえてるような感じだと相手と密着させているまんま谷落としに行く。ここでぐっと相手と引き寄せといて、でそうするとこの相手の足内股とか払い腰とかっていう技をかけに行こうとしているのをここで相手と密着している分投げやすいと。でさらに通常のこの組み方では手の操作がうまく相手を引きつけて相手を後ろに押すっていうことを袖を持った方の手で引き寄せながらこの肘のあたりで相手のお腹のところをグッと押すことができる。でこっちの襟のところで引きつけながら手のところで後ろ側に持っていくことができるの。後ろに投げやすくなる。通常の組み方じゃなくて特に引き寄せられた状態とかクロスグリップで背中を持たれた状態でこの通常の組み手でいるとなかなかこう技ってかけにくいのをこういうふうに持って相手をより引きつけた状態でこう前に透かしたりだとか透かせなかったら後ろに倒すということを国際大会でやっていたというのを今回紹介しました。日本では今みたいな組み方って投げるっていうことをほぼほぼないような感じですけど、海外の人っていうのが要は釣り手と引き手の概念がないというか襟と袖を持たないといけないんじゃなくて、どこでも持ってとりあえず相手を投げるということを
に特化しているっていうんですかね、いかにして相手を投げることができるか、それも結果的に相手をうまく操作することができるようになっているので、これが片襟とか片袖みたいに正中線を越えているので、要は標準的な組み手ではないような感じになっちゃうんですけど、ここから技をかけてる分には今のルールでは特に問題はなかったりするので、海外の選手はこういう感じで、いろんな工夫っていうんですかね、それがなかなか日本では良しとはされないところかもしれないんですけど、海外の選手とかはこういうふうに技をかけてくることがあるので、もうこれに対しての対処法っていうんですかね、技をかけようとしているとすかされたりとかで、待っていると後ろに返すことができるとか、こういろんな技のかけ方というのがある。こういうかけ方、今までの柔道の常識っていうか当たり前をちょっと変えたような投げ方、組み方というのもありますので、何かの参考になればということで今回紹介しました。こんな投げ方というのも練習をしてみるといいかなと思いますので、機会がありましたらやってみてください。今回は変わった組み方からの投げ方ということで技を紹介しました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ここから持ってていいの？まずで組み替える。で投げるから。でかけてで透かす。通常はこの釣り手と引き手と釣り手。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。